お疲れ様です。お疲れ様です。いきなりだけど、今物価が上がってるよね。賃金が上がらないときついね。戦前の話だが、第一次世界大戦による物価高騰により、当時の日本における銀行員や大企業の会社員の賃金はどんどん上がっていったが、帝国陸軍の将校、特に少尉、中尉、大尉、少佐あたりの俸給は家族を持つと赤字寸前、もしくはしっかり赤字の家計となってしまう家庭もあった。しかも、明治に規定された軍人の各階級に従った俸給の金額は、律儀に対象でも据え置かれ、恩給の増額や手当の支給や俸給固定額の微増が試みられるも、物価の高騰ぶりと比較すると焼け石に水の状態だった。でもさ、苦しい家計でもじっと耐えて出世すれば俸給は上がるよね。ところが、明治の建軍以来、陸軍幼年学校や陸軍士官学校等の教育機関の整備を進め、将校の供給量の拡大に努めてきたことが裏目に出て、大正期には多くの青年将校が昇進の停滞に直面する、いわゆる過剰将校問題が顕在化した。そのため、出世して俸給が上がることをそもそも期待できるのか、このまま低廉な俸給のまま定年を迎えて、軍歴以外のキャリアがないまま社会に放出されるのではないかという不安が、青年将校を悩ませることとなる。今回は、そんな青年将校らの再就職事情を話していこう。なお、当チャンネルのさらにマニアックな動画をアップしているメンバーシップにつきましては本動画の最後にご紹介をしております。青年将校の再就職の厳しさを物語る例として、これは陸軍の大佐ではなく海軍の大佐によって投稿された記事なんだが、この海軍大佐は、まず軍人を力士に例える。戦うから、そのニュアンスもあったかもしれないが、この海軍大佐の言いたいことは、力士も軍人も寿命が短い、つまり現役でいられる年数が短いという意味だ。この記事に曰く、陸海軍に未来の将軍や提督を夢見て採用された候補生のうち、7割から8割は40歳から50歳の間にお役御免となり、人によっては30歳から40歳の間にお役御免になる軍人もいるため、こんな働き盛りの年齢で軍をお役御免となり、民間に放り出される苦労を赤裸々に語っている。当時はどんな苦労があったの？そもそも陸軍の場合、大半の青年将校は幼少期より軍学校一筋に教育を受け、学校卒業後は軍務一筋だったから、陸軍を辞めて何か事業を始めるにしても、元手となる資産がない人が多かった。実家が太い場合は資産あるんじゃない？その通りだが、陸軍士官学校は基本的に官費教育、つまり無償で教育が受けられるので、実家の財政状況が厳しい場合は、高い寮費や学費を要する高等学校よりも陸軍士官学校に進む少年が一定数いた。例えば欧州の伝統的な陸軍であれば、将校ポストは貴族階級が独占し、陸軍幼年学校や陸軍士官学校に入学してくる士官候補生も貴族の指定が多かったので、遺憾で予備役編入となっても、実家が太かったり、コネで大企業の役員に収まったり、選挙に出馬して議員になったりと、軍党の対面を保ちつつ再就職が容易だった事情がある。しかし、この点は帝国陸軍のいいところでもあるが、帝国陸軍は学力試験を主体とする公平な選抜により士官候補生を供給し続けたので、裕福な実家を持つ青年将校だけでなく、中産階級や貧しい実家を持つ青年将校も比較的多かった。そのため、いざ再就職が目の前に迫ると、事業を始めるには資産の関係でハードルが高いという青年将校が多かった。日清戦争や日露戦争の軍人遺族のご子息も一定数いただろうからね。他方、陸軍将校並みに社会的に名誉のある再就職先を見つけるのは、それまで軍務一筋だった青年将校からするとキャリア的に至難の業で、その結果、当人の意識としては不本意かつ卑屈な仕事に甘んじざるを得ず、全国に屈強な身体を持つ貧しい高等遊民たちがゴロゴロ存在する状況となった。中には日給50銭の日雇い労働者として生計を立てる元陸軍大佐や、親子で内職に励んで辛くも生計を立てる元陸軍少佐、村役場で納税切符の配達夫としてなんとか再雇用される元陸軍少佐など、左官級であってもいろんな苦労があったようだ。陸軍大佐って連隊長レベルの階級だよね。色々と思うところはあったのだろう。
大佐は海軍なら艦長レベルだね。ある陸軍少佐は、大名、つまり事実上の現役引退である予備役編入の一歩手前のことだが、この大名が発令されたその日に、手持ちの馬の背に買ったばかりの蔵も含めたバグをセットにして売り飛ばし、予備役編入後の家計に備えたそうだ。また、ある陸軍隊員は、現役を引退した翌日には、ハッピを着た桃引き姿で、昨日まで在籍していた軍部隊に豆腐の販売にやってきたらしい。その思い切りは称賛すべきと思う。でもさ、軍人なら退職したら恩給が出るでしょ。その恩給で生活できなかったの。恩給というのは、管理である武官や文官が退職または死亡した場合に、本人または遺族が安定した生活を送れるようにするという趣旨で支給される、恩給法に基づく金印だ。役職ごとにバラバラだった恩給を統一した恩給法では、衆議院では原案よりも恩給を増額するなど手厚い修正が施され、施行された経緯がある。しかし、在職年の通算が原則とされた恩給法では、大将、中将、少将の将軍クラスになって予備役編入となれば、十分に体面を保てる生活を維持できる恩給をもらえたが、左官級や医官級では、恩給に加えての何か収入がないと生活の維持は難しかった。そのため、左官級や医官級で予備役編入となった将校たちは再就職先を探すことを余儀なくされるんだが、伍長や軍曹などの下士官が割とあっさり再就職先を見つけられるのと比較して、将校の場合はなかなか再就職先の手配に苦労したらしい。なんで下士官と将校でそこが異なってくるの？個別の事案すべてがそうではないが、一般的な傾向として、上位下達の完全なる階級社会でキャリアを積んできた陸軍将校は、何かと往年の階級と異界が無意識に発露するのか、周囲との摩擦が生じやすかったとの指摘がある。徳川幕府崩壊後の旗本の武士を彷彿とさせるな。ある歩兵隊員の回想によれば、軍学校で長年教育を受けてきた成果は、軍人精神と右向け山への軍隊挙動が主体であり、世間的な社交は苦手な一方、異界訓導により車夫や馬蹄になることもできず、体操の先生になるくらいしか道がないと嘆いている。実際の再就職先はどんな感じだったの？新聞記者に転身した特殊な将校もいたが、多くは、台湾や沖縄に所在する小学校の教師、青森や北海道の山林の監視員、内地の学校の体操教師、企業の工場監視員などに就職したそうだ。他にも、参謀養成のエリート教育機関である陸軍大学校を卒業した将校が、保険会社の事務員をやっていたという例もある。同じ制服組というわけではないけど、警察官とか鉄道の車掌さんにはならなかったの。そういった例もあったと思われるが、陸軍将校が同じ管理である警察の巡査や鉄道省の車掌になると、異界訓導がガクッと下がってしまうという問題があった。そもそもだけど異界って何？明治政府が昔の朝廷の異界制度を活用して整えた、一種の序列化による栄転制度だ。軍人や管理にとっては宮中での席次に影響するなど内部序列として機能し、異界は小2位とか15位とかで表された。陸軍将校の異界は警察官や車掌さんに比較して高かったので、受け入れる側の内務省や鉄道省としても、異界の高い陸軍将校を受け入れにくいという背景があったのかもしれないね。紡績王と称された実業家である武藤三次は、軍人優遇論という書籍を表し、軍人は国家最高の犠牲生活者なりと命題して、生命をとして国防の大任にあたる軍人に対する待遇が薄いという現状を指摘して、この問題を世論に訴えて改善せんという目的のもと、この軍人優遇論を出版したそうだ。この本の中で武藤三次は、将校の俸給はその勤労に対する報酬としては薄きに失し、特に将校の大多数を占める医官においてこれが甚だしく、その実際生活は同情に値するとし、文官に比しても劣る将校の俸給に対し、増俸の必要は切実なことだと主張する。加えて、予備役になった軍人は現役将校並みの俸給を得ることはできず、しかし、帝国軍人としての体面を保たなければならないという苦しい立場にあるとし、判事や検事で構成される司法官が辞めたら弁護士に、外交官が辞めたら海外支店を有する大企業の役員になれるご時世だが、現役軍人が辞めても、
退位以上に進んで辞める軍人は平均40歳以上に達しているので、民間企業はその肩書きと年齢を敬遠して採用しない傾向があると指摘する。軍学校で普通科目に加えて徹底的に軍事関連の科目を学んできたのを活かして、軍事研究者として本を出版して印税で暮らせないの。当時の帝国陸軍は、退役した将校から、軍事技術上の進展や軍令規則の改廃などの情報を求められても相手にしなかったそうだ。今と違うね、と言うと怒られるかな。したがって、情報がシャットダウンされてしまう退役将校において軍事関連の著述用に精を出すという選択肢も容易なものではなかった。陸軍当局はその点ほったらかしだったの。陸軍当局としても将校の再就職問題は常に頭を痛める問題だったようで、予備役に編入されていく将校に対し、再就職で役立つ技能を身につけさせようと、中等学校の体操や数学の教員養成講習、農芸講習、建設技術員講習会の開催、さらには農商務省の畜産課長による畜産奨励など、なんとかしようとする姿勢はあった。しかし、陸軍将校からすれば、母艦と各種、つまりいきなり首の辞令が来るからたまらず、進級できるのか対名となるのか瀬戸際の古参将校が首を長くして艦砲の到着を待ち、将校集会所では次に誰が各種になるかという噂や予想で持ちきりとなっており、そのような状況では軍務や兵卒教育にも集中できないという軍にとっても芳しくない士気の停滞が見られた。そもそも、帝国陸軍の将校に対する補給体系は、列強陸軍と比較して、上に厚く下に薄い構造だったため、なんとか大佐くらいに昇給できれば楽になるものの、そこまでたどり着くまでが経済的に至難であるという構造だったので、出世か再就職かという境遇にある青年将校は大変だったと言えるだろう。補給が下に薄いというのは出世の動機にはなるかもしれないけど、下にも厚くすべきだったのではないだろうか。さて、青年将校の再就職の話をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに、最近メンバー限定にアップしている動画は、日本陸軍、青年将校の苦しい家計事情、東条英機、総理大臣に指名さる、対米開戦編、兵卒の教育に苦悩する陸軍将校たち、大本営情報参謀堀映像、マッカーサーとの対決、陸軍の諜報謀略秘密資金、機密費、電撃陸軍大臣と呼ばれた男、東条英機、商社マンになった大本営参謀、瀬島雄三、大日本帝国海軍、大陸渡洋爆撃作戦、戦時下の支配関係、軍部と官僚の攻防、東条英機、派閥構想編、鈴木貫太郎、魚雷の攻防日清戦争編、東条英機、左遷編、軍事参議院、天皇の軍事顧問集団、笑顔の軍人宰相桂太郎などです。直近の動画は、昇進の停滞と低廉な俸給に苦悩しながらも家族を養う青年将校の家計の実情に迫り、陸軍の中堅軍人が青年将校の苦しい家計を救済すべく青年将校に対する俸給の抜本的改善案を立案するが、頭の固い陸軍首脳部により当該改善案が葬り去られる過程を解説しております。将軍らには体感的にわからない問題だったのかもしれないが、あらゆる理由を立てて改善案を批判する将軍らの会議の様子は現代でも示唆に富む。他にも、電撃陸軍大臣と異名されるほどの手腕を見せた東条英機が、対米開戦の是非をめぐる混迷で近衛文麿内閣が総辞職したタイミングで、陸軍を投与できる新たな辣腕として総理大臣に指名され、皇室に対する忠誠心に燃える東条英機が家中の栗を拾い、対米開戦するか否かの難しい舵取りに奔走する東条英機の姿を解説した動画もございます。東条大将と海軍との駆け引きはもはや政治劇だね。他の動画では、大日本帝国陸軍において徴兵制によりあらゆる国民階層の兵卒たちが軍隊に集結し、この兵卒たちは教育レベルがバラバラであるにもかかわらず、どうやって統一的な軍人精神を教え込むのか、
皇室に対する忠誠心というややもすれば観念論となる理念をどうやって理解してもらうのか、陸軍将校たちがあらゆる方法を試行錯誤して苦悩しもがく様子を解説しております。兵卒教育はビンタだけじゃなかったんだね。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。